はい、皆さんこんにちは。今日は Adobe Fresco のチュートリアルをやっていきます。こういう感じのちょっと日本風のデザインを作っていきたいと思うんですけど、この水墨画のアナログ感とちょっとデジタルを融合したようなデザインを今日は作っていきたいと思います。で、この Adobe Fresco なんですけど、いいところはですね、すごいアナログな表現というかリアルな表現で絵を描くことができます。で、水彩ブラシと油彩ブラシっていうのがあるんですけど、それがねもう本当に紙に描いたような感じで絵を描けるので、今日はこれをふんだんに使っていきたいんですけど、Adobe Fresco のベーシックなチュートリアルはですね、以前に1本動画出しているので、よかったらまだ見てない人はそこから見てもらった方がいいかもしれないですね。で、今日はちょっと細かいツールの使い方とかを紹介していくので、ぜひ楽しんでもらえると嬉しいです。はい、じゃあ早速始めていきます。Adobe Fresco を開いたら一番最初キャンバスを選ぶんですけど、おすすめはですね、この上に現在の画面サイズっていうのがあるので、これを選ぶと一番早いですね。で、ここから書いていくんですけど、キャンバスは2本指で回転させたりすることができます。で、最初下書きを書いていくので、このレイヤーに対して、ブラシはですね、鉛筆っていうブラシがあるので、これを使ってざっくり下書きを書いていきます。で、消しゴムに切り替えるときなんですけど、左のツールバーから消しゴムを取って、消しゴムと鉛筆切り替えてあげてもいいんですけど、左下にですね、丸いボタンがあって、これがですね、消しゴムとスイッチするボタンなんですね。なので、ここを選択しながら、ブラシをなぞってあげると、自動的に消しゴムに切り替わります。で、これをタッチショートカットっていうんですけど、このタッチショートカットを覚えてあげると、すごい時短で絵が描けると思うので、ぜひこれは覚えてください。で、Apple Pencil ダブルタッチでカラーパネルが現れてカラーにクイックアクセスすることができます。で、この辺の細かい設定とかは多分設定のところから自分でカスタマイズできるので、このダブルタップとあとタッチショートカットか好きに設定してもらえるといいんじゃないかなと思います。で、ツールパネルの中に移動ツールっていうのがあるので、これを押すと、描いた絵をですね、後から自由に変形かけたり移動させたりすることができるので、ここで位置を最後調節してあげて、下書きのところは終了です。で、次本書き書いていくので、この下書きのレイヤーの不透明度を下げてあげます。10% から 20% ぐらいで、上に新しいレイヤーを作って、ここに本書きを書いていくんですけど、使うブラシはライブブラシっていうツールパネルの上から2個目です。で、この中に水彩ブラシっていうのがあります。で、水彩ブラシのボックス開くと、水彩ラウンドディテールっていう一番上のやつですね。これが水彩の細いブラシかな、一番細いブラシだと思うんですけど、これを使ってこの顔とか、この男の人のディテールですねのところをどんどん描いていきたいと思います。で、描いていくとちょっとこう水がこうじゅわーっと滲んでくる感じになるので、これを楽しみながらですね、ぼかしながらにじませながら描いていくっていうような形です。で、ツールパネルの一番下にブラシをコントロールするパネルがあるんですけど、ここでブラシのサイズとあと流量、水量っていうのを選ぶことができます。で、流量っていうのはね、おそらく不透明度かな、ブラシの不透明度で、水量っていうのは、水の含む量ですね。水彩ブラシで絵を描くときにより水を含んでにじませたいと、水墨画みたいな絵を描きたいときはこの水量っていうのを多くしてあげたらいいし、逆にあんまりにじませたくないと、ちょっと万年筆みたいな、ブラシで描いたようにしたいときはこの水量っていうのを低くしてあげると、そういうニュアンスが出てくるので、ここはねちょっと皆さん何回か使って、うまくコントロールできるようになってください。で、次なんですけど、お月様のところのデザインを作っていきます。スライドオーバーで右側に写真アプリを立ち上げて、今回はこのゴールドのテキスチャーをこの Adobe Fresco の中に放り込んでいきます。
でそしたら自動的に画像が配置されるので、この状態で回転させたり位置をこう拡大縮小させたりしてポジションを決めてあげます。で OK だったら完了ボタンです。で次楕円形でこのゴールドを切り抜いていくので、左側のセレクションツールの中から、丸ですね、これを選択します。でこの状態で画面をドラッグしてあげます。で声援を作るやり方がですね、ちょっと私分からなかったんですけど、プロクリエイトだと画面のどっかタッチしながらこう声援を作ることできるんですけど、フレスコもしかしたらできないのかななんとなくこうちょっと声援を作ってあげます。でこの状態で下のところにマスクっていうボタンがあるので、マスクを押すとこの作った楕円形でゴールドのこのテクスチャーが切り抜かれたような感じになります。でレイヤーとしては今これ左右にスワイプしてあげるとマスクレイヤーっていうのが見えるんですけど、このマスクで非表示になってるような形ですね。消しゴムで消したのではなくて、マスクをかけて画像の一部を非表示にしてます。それがマスクですね。で位置を調整して、このレイヤーの順番を変えます。お月様がこの男の人の向こう側にいるようにしたいので、レイヤーの順番をこうね変えてあげると男の人が見えていきますね。で男の人の顔のところを白にしたいので、このお月様と男の人の間にレイヤーを1個作って、ここに白を塗っていきます。はい、で次ですね、プチティップスなんですけど、この Adobe フレスコにはですね、後から色を変えるっていうカラー調整の機能がないんですよね。なのでもしこのお月様の色、今ちょっと黄色みかかってるんですけど、この色を変えたい時どうするかっていうのを説明します。でその時はこのお月様の1個上に新しいレイヤーを作って、ここにベタ塗りの、カラーを1個作ります。で選択範囲で適当にこのお月様を囲うように選択範囲を作って、左の塗りつぶしツールです。このバケツのツールを取って色を取ります。で適当にポチって押してあげるとこの塗りつぶしが効くんですよね。でこの状態で、適当に赤にします。でこっからなんですけど、右上にレイヤープロパティっていうパネルがあるので、ここの中からこの描画モードをですね、違うものに変えてあげるとちょっと色がね重なったような表現になります。でいろいろこの描画モード種類があるので、いろいろ触って自分に合うものを選んでください。でおすすめは焼き込みカラーとか蒸散、焼き込みリニア、あとはオーバーレイ、あとカラーとかがおすすめですね。色をつけたい場合はそういう、描画モードにしてください。でこの下に不透明度をコントロールするパネルがあるので、ここで、赤のどれくらい適用させるかっていうのを不透明度のところからも選ぶことができます。で後から色変えたくなったら、このバケツツールで色変えて、またこうやってタッチしてあげるだけで色切り替わるので、ここでいろんな色を試して、今回は緑にしようかなとか赤にしようかなみたいな感じで選ぶといいですね。これがデジタルのいいところなんですけどね。なのでAdobe フレスコで色をつけたいときはこういう方法もあるんだよっていうのを覚えておいてください。で次です。このお月様をですね、ちょっとじゅわっとにじませたいなと思ったので、そのやり方を紹介します。このお月様のレイヤー選択してマスクを統合っていうボタンがあります。でこれを押すとこのマスク、さっきまであったマスクがなくなって、ただのこの丸い画像1枚になります。でこの状態でさっきの水彩ブラシの水彩ラウンドディーテールっていうブラシを取って、で、ブラシの色は白で、流量ですね、不透明度を下げてあげて、あんまりこう白が出てこないような感じにしてあげて、この状態でこのお月様のエッジの部分をですね、こうポンポンと叩くような感じでなぞっていきます。でそうするとこのねエッジのところ、今綺麗なラインになってるところがじゅわーっとね広がっていくんですよ。これがねめっちゃ楽しいです。ぜひねやってほしいんですけど、こう画像を配置してその上から水彩ブラシでなぞるっていう感じですね。するとこんな感じでちょっとリアルというか、こうなんていうかな、溶けていくような感じになります。
でこういう楕円形、綺麗なラインの楕円形もいいんですけど、せっかくなんで Adobe フレスコ使うからにはこういうちょっとアナログ感を出していくと、よりこのアプリのね良さを知れるんじゃないかなと思います。でこんな感じでにじませのところ完成ですね。で、レイヤーをグループ化したい時なんですけど、グループ化させたいのをこう長押しして上にこうかぶせてあげると1個ずつグループ化していく感じになります。なんか一気にグループ化できる方法があったらいいなと思ったんですけど、それはちょっとまだないみたいなので1個ずつこうかぶせていってグループ化させてください。でグループ化させてあげるとこんな感じで一気にこう位置を移動させたりすることができます。でここまででほぼほぼ完成なんですけど、最後新しいレイヤーを1個上に追加して、ここにですね、水彩ブラシでちょっと墨汁がなんかバーって飛び散ったような表現を描いていきます。で一気にこうバシャってこう飛び散るブラシみたいなのもあるんですけど、今回はちょっと1個ずつ手書きで墨汁が飛び散ってる感じを1個ずつ描いていきます。でさっきマスクの話をしたんですけど、もうちょっとねマスク深掘りしておくと、例えばこのイラストここの部分を非表示にしたいとき、消しゴムで消すんじゃなくて非表示にしたいときは、レイヤータッチして空のマスクを作成っていうボタンを押します。でこの状態で右下の点々点っていうボタンがあるので、ここを押して、オーバーレイ表示になってると思うので、ここをレイヤー表示に変えてください。であと画面の下に表示非表示っていうボタンがあるので、これ非表示がアクティブになった状態でブラシでいらないところをですねこうやってなぞってあげます。でそうすると、今非表示になっている状態です。でこれ表示に切り替えてもう一回なぞるとこれがまた現れてくるんですよ。これがマスクです。でさっき紹介したこの左下のタッチショートカット、これを押しながらブラシでなぞるとまたこのマスクの表示非表示が切り替わってくれるので、ここでやってあげても全然 OK です。でこんな感じでツールの紹介のところはこれで以上なので、ここからですねこの男の人のところ、もうちょっと細かいディテールのところを書き込んでいきたいと思います。で黒いブラシでどんどん書き込んでいってもいいんですけど、あえてちょっと白のブラシに切り替えてこう余白をわざと書いてあげるような感じで書いていくと結構いいかなと思うので、ちょっとその工程を最後まで見てもらえると嬉しいです。はい、ということでこんな感じで今日は完成にしたいと思います。ちょっとたまにはねこう日本風なね侍っぽい感じで描くのもいいかなと思います。こういうなんか墨汁とか水墨画みたいなの描くときはやっぱね Adobe フレスコが一番いいと思います。でこれ和紙とかなんか日本の紙みたいなものに印刷してもすごいいいかなと思ってて、そういう和紙に印刷してなおかつちょっとエンボス加工みたいなのをねかけてあげてもなんかすごいおしゃれな感じになるんじゃないかなと思います。でそうやってこう iPad で書いたものをねちょっと紙に出力するっていうところまでやるとやっぱねこの iPad の可能性どんどん広がっていくので、ぜひ皆さん試してみてください。で今日のデザインデータはですね iPadMate のコミュニティの方にこの Adobe フレスコのオリジナルデータ投稿しておくので、iPadMate の人そっちから見てみてください。ちょっとねこうデータ開いてズームとかしてどうなってるんだろうっていうのを見てほしいなと思います。あとレイヤーの構造とかねグループの仕方とかも見てもらえるとちょっと Adobe フレスコ使うきっかけになるかなと思うので、ぜひ見てみてください。
はい、ということで今日は以上にしたいと思います。もしこの動画が役に立ったらぜひいいねボタンも押してもらえると嬉しいです。はい、では次回の動画もお楽しみに。バイバイ。